さあ到着しました。地名田温泉。あちちちち。すごいよこれ。はい、皆さんこんばんは。とくたび TV の徳富です。今日僕がいるのはここは竹芝桟橋です。ここから船に乗って東京の島に行きます。今回利用するのは東海汽船のミステリー切符というものです。大島、豊島、新島、式根島、そして神津島、この5つの島のどこに行くかは当日切符を受け取るまではわからないというような切符になっています。で、先ほど僕は切符を受け取ってきました。そして行き先が分かりました。第1希望が式根島、第2希望が新島、第3希望が神津島、第4希望が豊島、そして第5希望が大島という希望だったのですけれども、これ希望は出すことはできなくて、これ勝手に希望を僕の中で思っていただけです。その希望通り第1希望、式根島に行き先が決まりました。ということでこれからサルビア丸という船に乗りまして式根島に行ってきます。竹芝桟橋を22時に出発して式根島には翌朝明日の朝の9時5分に到着となります。確か9時5分。それでは皆さんこれから一緒に式根島への船旅行きましょう。出港です。手振ってくれてる。見えるかな、映ってるかな。ここだな、2等 ABC。今回僕2等和室の A025 なのできっとこっち。これかな、025番ってことかな。ここだ。今日の僕の寝床、ここの25番。ここですね。このスペース。ここが僕のスペースです。38番まであるので、14人部屋ですね。頭上には、これコインロッカーですね。そんなにね、スペースはないですけれども、貴重品入れるくらいなら十分ですね。で、ここに100円玉を入れて、そしてガチャンと。で、開けるときは、で、100円玉戻ってきます。これ忘れないように。以上、入れて、ガチャンと。僕のスペース、これぐらいです。ここが1000ですね。で、頭のところ、寝っ転がったときに、一応ね、隣の人との仕切りがあるという形ですね。むちゃくちゃ狭いです。これね、床はね、これ硬いです。マットはないので、この硬い床の上で寝ることになります。後で乗船してしばらく経ってから毛布の貸し出しが始まります。有料です。僕も借りに行きます。今回14人部屋ですけれども、今のところ他にお客さん5人ですね。僕以外に。ここで貸し毛布券売機。1枚100円。領収書。よし、出てきた。毛布は100円です。ドリンクの自動販売機もありました。ソフトドリンク類。大きめのが200円で、ちっちゃめのが170円。ちょい高めですかね。タオルなどの自動販売機もありますね。ティッシュもあるな、歯ブラシもある。男性用、女性用、それぞれのシャワールームもあります。はい、ありがとうございます。ただいまの時刻が22時30分。出港してから30分ほど経ちました。で、もうね、館内探検したり、外の景色見たりするのも、もう飽きてしまったので、そろそろお休みの準備をしようかと思いますけれども、23時30分まであと1時間経たないと消灯しないんですよ。なのでそれまでにはね、ちょっとね、これね、式根島のパンフレットもらってきたので、ちょっとね、島のね、計画を立てたいと思います。
とりあえずこれで、あともうちょっとで僕は寝ます。また翌朝お会いしましょう。おはようございます。ただいまの時刻が5時45分。昨日は23時30分に消灯となって、そこから睡眠タイムに入りまして、5時半に部屋の明かりが自動的につきました。非常に眠いですね。全然寝た感じがしないです。ちょっと眠いけど、1日くらいだったらね、なんとかなるかなと思います。あとね、帰りの船でまた寝ればいいかなと。でね、もうね、大島見えてきています。大島着が6時ですね。で、今日の天気はもうどん曇りですね。残念ながら日の出は見えそうにはありません。5時54分です。6時に大島到着予定だったので、定刻通りですね、大島の岡田港にこれから到着します。現在7時15分、利島が見えてきました。山の頂上は雲で隠れてますね。7時半になりました。レストランがオープンしたので来ています。はい、今日の朝ごはん、ホットケーキとアイスコーヒー合計900円です。7時45分くらい、利島を出発しました。次の島は新島か。ただいま9時です。式根島が見えてきました。9時7分、下船します。いよいよ式根島上陸です。でね、このチケットが回収されます。おはようございます。はい。おかえり。いや、長かった。11時間の船旅でした。とりあえずまずはね、観光協会のところに行って、島のマップとか持ってるんですけれども、いいマップがあるかどうか、あとね、温泉に行きたいので、ちょっとそこのね情報も集めたいと思います。こちらが式根島の観光マップ。今いるのがここですね。ここに、船が到着しました。そしてね、ずーっと行って、ここら辺か。ここら辺にね、温泉が24時間でいつでも誰でも無料で入れる温泉があるようなので、ここに行きたいと思います。港出てすぐのところに観光協会がありました。ここでお話を聞いたら、温泉までだと歩いて30分ぐらいかかるそうなんですよ。なのでね、途中でね、レンタサイクルを借りて自転車で向かおうと思います。ここにレンタサイクル屋さんがありましたので、自転車借りることにしましょう。あるかな？猫。看板猫いました。こちらの自転車借りました。2時間で1000円です。さあ、レンタサイクルを借りることができたので、ギアがガチャガチャいってるな。大丈夫かな、この自転車。これから温泉に向かいます。温泉に行く途中で面白そうなものを見つけました。こちらは湯加減の穴。ここに穴があるんですよ。ここにね、手入れたらあったかい。すごい温泉に入っているような感じですね、これ。これがあれなのかな、この、おそらくね、この向こう側が崖になってて、で、海があるっぽいんですけれども、そこに温泉があって、その温泉の湯加減をここで確認できるというような感じなんですかね。あったか。はい、ここが温泉郷入り口。地名温泉、トイレありますと書いてあります。この向こうに行くときっと温泉があるはず。さて、地名温泉の上に到着しました。これね、まだまだこの山を下った多分あの先に温泉があるんだと思います。ここが入り口ですね。この右側に駐車場、あと、自転車適当に置ける場所と、あとトイレもあります。
そしてこの左側、この小道を下った先に温泉があると思います。すごい道だなこれ。まだまだ下ります。この切り通しもすごいですね。こんな山を削って道を作ったんでしょうね。さあ到着しました。地名温泉。貸し切りですね。他に誰もいません。ここら辺も温泉の成分出てるんでしょうね。だいぶ茶色くなってます。ただね、湯気が出てないからきっとあったかくないんだろうなと思いますね。あったかいのはそこか。よいしょ。ここ湯気出てますね。さあ着替えたので行ってみましょう。あっちちちちか、あっちあっち、これ入れたもんじゃないわ。さあこっち側どうでしょうか。こっち湯気が出てないんですけどね。あ、熱い熱い。我慢すれば入れるかもしれないけど、多分44、5度がありますよこれ。これね、海水と入り混じっているちょうどいい温度のところを探すんですね。お、ここまで来たらなんとか入れないでもないかなと。それでも多分ね43度ぐらいかな。これは気持ちいい。すごいわこれ。暑い暑いけど気持ちいい。どうしてこの最高のロケーション。うわ気持ちいい。最高だわこれ。いやね、地名温泉すごい。こんなね人中の人、僕初めて入ったかもしれません。しかもねこのロケーションですからね。ここはねぜひ温泉好きな人は入りに来てください。温泉来た時はここ降りてくるだけでよかったんですけれども、帰りは登らなくちゃいけない。さあ次に向かうのは松ヶ下雅湯。このトンネルを抜けて、ここに更衣室があるんですね。ここでここが温泉か。足湯もできるようになってますね。基本足湯なのかな。入ってもいいのかな。足湯向こう側にもあるな。ここはここ清掃中だな。こっちはこっちは今お湯入れてるとこだな。足湯。さっきの地名温泉に比べるとぬるいです。ぬるくて気持ちいい。さっきの温泉から次の温泉に向かう道、多分ここで行けると思うんですけれども、海沿いの道です。で、靴下と靴を履くのがめんどくさくて裸足できちゃったんですけど、アスファルトじゃなかった。そろりそろりと歩いています。これか。これが足付温泉なのかな。ちょっと試しにね足を突っ込んでみましょうかね。あったかいというかぬるい。35、6度かな。これいいんじゃないかな。ちょっとここ入ってみようかな。これはいいや。気持ちいい。目標としていた式根島の3つの温泉に入ることができました。今が10時49分。急いで戻んないと。レンタサイクルまず借りて、食料調達はまあいいかな。諦めるか。船内にね食堂もあるしね。じゃあ
急いでダッシュで戻ります。最後はバタバタになりましたが、なんとか出港13分前に港に着きました。温泉からダッシュで自転車を漕いでレンタサイクルを返却。式根島は結構アップダウンが激しいので、電動アシスト付きだったのが助かりました。そして、定刻通り11時25分、サルビア丸は式根島を出発しました。今回は東海汽船のミステリー切符の利用ということで、島での滞在時間は2時間20分しかありませんでした。その中で、しっかり3つの温泉を巡ることができたのは、なかなかの収穫だったと思います。ただし、一つの温泉でゆっくりはできずに、駆け足での入浴となりました。最初に訪れた地名温泉が最高だったので、そこでゆっくりしてもよかったかな。とりあえず、移動を含めても2時間20分で3つの温泉に行けることは証明できました。残念なのは、温泉以外はほぼ見ることができなかったことです。それは次回の宿題としましょう。これから式根島に行くことになった方は、ぜひ参考にしてください。最後に、船の様子をお話しします。お昼ご飯は船内の食堂で1200円の島のり塩ラーメン。あとは自販機でドリンクやチョコも買いました。帰りの船では基本的に寝て過ごしました。寝不足と行きでの船酔いのダメージがかなり深かったようで、ぐっすり寝ることができました。船内での通信環境についてです。陸地に近い時には電波は通じました。海上では電波はありません。船内 Wi-Fi もありますが、これは繋がらないと思っていた方がいいかも。レストランでは実証実験中の Wi-Fi があって、それは繋がります。まあ、たまには電波なしの生活をしてみるのもいいのではないでしょうかね。というわけで、東京に戻ってきました。あ、式根島も東京都です。緑にあふれた式根島の景色も、このキラキラな夜景もどちらも東京の風景です。東京も奥深いですね。というわけで、今回は夜行日帰りで式根島に行くというかなり無茶な旅となりました。ミステリー切符の利用はこれが2回目です。もう一度チャレンジしたいなという気持ちになっています。今回は行きの船で酔っちゃったので、次回はしっかり酔い止めを飲もうと思っています。この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録もお願いします。それではまた次の旅でお会いしましょう。